ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回はイヤホンじゃないけどな。今回紹介するのは、傑作と名高い、イヤーファンエアプロさんがまだ記憶に新しい、イヤーファンから、モバイルワイヤレススピーカーの新作、イヤーファン U ブームスリムを預かったのでレビューしてみよう。このシリーズは 500ml ペットボトル缶くらいのサイズ感の、持ち運びやすいポータブルスピーカーを、数多く発売してる。実際、ベッドサイドでよくお世話になってる、イヤーファン U ブーム L も、このシリーズに属するな。U ブーム L と比べると、U ブームスリムが、名前の通りかなりスリムになったことがわかるんじゃないかな。U ブーム L は、ぐっと掴んで持ち運べるスピーカーだったのは間違いないんだけど、あくまで、カバンに入れて移動して、移動した先で使用する、というクラスのスピーカーだった。結構重量もある。その分、低音量なんかはたっぷりで、確かに素晴らしいスピーカーなのには違いない。でも、移動中も聞きやすい位置に固定できるくらいの程よいサイズ感で、到着してからもしっかりと鳴らせるスピーカー、1台でまとめたくない？今までは、移動前提サイズか、U ブーム L のように、持ち運びやすく、置いて使うスピーカー、と分かれてたんだけど、U ブームスリムは、それらのちょうど中間のようなサイズ感、だいたい、250ml の細長い缶よりちょっと太いサイズ。これだったらペットボトルホルダーに放り込んで移動するにも問題ないサイズ感だし、見た目以上に軽量化されていて、特に自動車などで移動しない人にちょうどいい重量とサイズとなっているぞ。スペック的にも進化した。特にアピールするべきなのは、18時間の連続動作時間、充電をサボりがちなポータブルスピーカーで、連続動作時間は長ければ長いほど良い。Bluetooth のバージョンも 5.2 に進歩。実用的で使いやすいスペックだ。加えて、このスピーカーには TWS 機能が搭載されていて、2台用意すれば、ステレオ運用も可能だ。というわけで、コンパクトになった、軽量になった、バッテリーは長くなって、機能的にも十分。あとは気になるのは音質だよな。U ブームスリムの音質は、基本的にはドンシャリなんだけど、低音の量に関しては、程よく抑えられている。U ブーム L が、より迫力を重視して、特に低音域側の量感が非常に強い仕上がりになっているんだけど、それに対して、こちらの U ブームスリムは、セリフなどを聞き取るのにもちょうど良い低音量で、それでいて、パッシブラジエーターのおかげで、しっかりと低音は感じられる仕上がりだ。U ブーム L の時は、非常に強力で、スピーカーのサイズを圧倒する感じの重低音が楽しめたんだけど、こちらはよりバランス良くなってる感じだな。これより小さなスピーカーでも、より低音が出ているモデルがある。よく外使いしてるトリビットのストームボックスミクロは、この U ブームスリムより小さいんだけど、低音の迫力という一点でU ブームスリム以上だ。ただ、セリフなんかの聞き取りやすさ、中高音域の改造感などなどでは、U ブームスリムの方が便利だし、バックパックにぶら下げて使うような用途に両方使用できるな。また、コンパクトなトリビットストーンボックスミクロと比較すると、U ブームスリムは2倍以上のバッテリーを有するので、外出中のバッテリー切れが起こりにくいのも重視したいポイントだ。というわけで、低音を最重要視するなら、U ブームスリムよりも良い選択肢はあるかもしれない。が、よりしっかりと分離されたサウンドが欲しい、と考えているなら、U ブームスリムはしっかり有能だし、低音域もスカスカではなく、音量型の強調されたモデルより控えめなだけなので、曲全体が軽くなったりする印象はないな。また、カラビナがついているので、何かといろんなところにぶら下げる、という使用方法に向いてるぞ。U ブームスリムは、しっかり程よく軽く、長時間バッテリーが持ち、そして、扱いやすい。良いスピーカーだ。より迫力のある U ブーム L にするか、それとも、携帯性と分離感がちょうど良い U ブームスリムにするか、どんどんバッテリーの制約がなくなって、この手のスピーカーが自由に選べるようになっていくな、といったところで今回はここまで。